皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。環境中の水や空気に含まれる汚染物質の濃度を表す単位として ppm が使われます。これはよく耳にする言葉ですが、多くの人がその正確な意味を知らないように思います。環境汚染物質の処理をモデリングする場合、この濃度の理解は不可欠です。そこで今回は ppm の意味を分かりやすく説明します。ppm は英語の parts per million を略したもので、100万分の1を表しています。この単位の意味は、汚染物質を含むものが水か空気か、または液体か気体かにより異なります。今、1ppm について考えましょう。水の場合、1リットルの水に汚染物質が 1mg 含まれているとき、1ppm になります。水1リットルの重さは 1000g です。また、汚染物質 1mg は10のマイナス3乗 g です。両方の比はこのように100万分の1の値になります。一方、空気の場合、1立方メーターの空気が1立方センチメーターの汚染物質ガスを含むとき 1ppm です。両方の値の比はこのようになり、これも100万分の1となります。しかしながら、同じ 1ppm の濃度であっても、水か大気かで汚染物質が含まれる量が異なるので、ppm の単位に遭遇したときにはどちらなのかを必ず確認する必要があります。ppm の濃度は通常その値が環境指針値を超えていないかの確認に用いられることがほとんどなので、空気と水で ppm の意味が違っても大きな問題は生じません。一方、汚染物質濃度が処理時間に応じて刻々と変化する場合、例えば空気の浄化を行う場合、体積を基準とする ppm 濃度の方が有用です。例えば、トルエンには7個の炭素が含まれます。これにより、トルエンが完全に酸化分解されるならば、1モルのトルエンから7モルの二酸化炭素が生じます。体積を基準とする ppm の濃度では同様の表現が可能です。今、空気に含まれるトルエンが完全に酸化されるならば、1ppm のトルエンから 7ppm の二酸化炭素が生成するということができます。このような表現が即座にできるのはなぜでしょう。理想気体の状態方程式を思い出してください。これは1式で表されます。気体乗数 R は一定です。また T と P も基本的に変化せず一定です。1式を2式のように書き換えます。V は N に比例して変化します。これにより1モルのトルエンから7モルの二酸化炭素が生成すれば、二酸化炭素の体積は最終的にトルエンの最初の体積の7倍になります。すなわち、トルエンの初濃度が 1ppm であるならば、二酸化炭素は 7ppm となります。
さらにその利点を詳しく説明しましょう。トルエンを酸化分解すると、いくつかの中間体を経て二酸化炭素が生成します。よって各自国においてトルエンの ppm 濃度の減少と二酸化炭素の ppm 濃度の増加を比べれば、トルエンがどの程度二酸化炭素へ分解されたかがわかります。また、二酸化炭素濃度はトルエン濃度の減少よりも量論的に遅れて増加するので、中間体の分解にどの程度負荷がかかるかがわかります。さらに、二酸化炭素濃度を予測される最大濃度 7ppm と比較することで、完全分解がどの程度進んだかがわかります。ところが、水中の汚染物質を処理するとき、ppm 濃度の変化から反応の進行度を直接知ることはできません。これは、水の場合の ppm 濃度が質量を基準とするからです。はじめの物質と反応により生成する物質の分子量が異なるため、量論関係を知るには、モル数または物質量の計算が必要です。ppm の単位に加え、空気中の汚染物質ガスの濃度を表すのにマイクログラムパー立方メーターという質量濃度の単位も使われています。例えば、ホルムアルデヒドの環境指針値は 0.08ppm、100マイクログラムパー立方メーターのような形で表されます。わざわざ2種類の濃度を使うのはなぜでしょうか。トルエンの環境指針値は 0.07ppm です。これだけ見ると、ホルムアルデヒドよりも小さな値を持つトルエンの方が安全なように誤解されてしまいます。しかし、トルエンはホルムアルデヒドよりも大きな分子量を持つので、その質量濃度は260マイクログラムパー立方メーターとなります。すなわち、ppm の単位だけでは、トルエンの方が汚染物質の毒性が少ないように感じます。しかし、実際のところ、質量濃度ではトルエンの方が 2.5 倍以上の大きな値です。よって、ppm 濃度に加えて質量濃度を示すことで、毒性の大きさに対する誤解を取り除くことができますね。前述のように、質量濃度の欠点は、数値を即座に量論的評価に使えないことです。ppm よりも小さな濃度を表す場合、ppb、ppt を使います。これらはそれぞれパーツパービリオン、パーツパートリオン、すなわち10億分の1、1兆分の1の意味を持っています。例えば、空気中のホルムアルデヒドの環境指針値は 0.08ppm、すなわち 80ppb です。他の汚染物質の指針値も ppb のオーダーに設定されています。さらに、カビ臭物質であるジェオスミン、2メチルイソボルネオールの域値は 10ppt 程度の恐ろしく低い濃度です。人間はこのような濃度でも物質によっては感じ取ることができます。
繰り返しになりますが、私は ppm の単位を次のように記憶しています。空気の場合、1ppm は1立方メーターの空気に1立方センチメーターの汚染物質ガスを注入して均一になるように混合した時の濃度である。水の場合、1ppm は1リットルの水に 1mg の汚染物質を投入して均一になるように混合した時の濃度である。ppm の1000分の1が ppb、さらに ppb の1000分の1が ppt である。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。